どうもー、ベルです。今回は、ドゥームスデイの初心者ガイドということで、資源の効率の良い集め方についてやっていこうかなと思います。このゲーム開始したての時、資源足りなかったと思います。そこから、シェルターが25レベルになって、収集がたくさんできるようになって、安定期に入るかと思いきや、バンバン戦うようになったら、資源めちゃめちゃ足りなくて、もう T6 フルで戦うと、もう各資源が数百 M。場合によっては、1B あっても足りないこと全然あるんですよね。結局、いくら強くても、資源がなくなって、治療できなくなっちゃったら、戦えないので。資源を効率よく集めていくというのは、このゲームにおいて、非常に重要です。アイランドや諸島などで、バフ的に負けている状況であっても、資源の保有量の差で、最終的に勝利をつかむことも全然あるので、ぜひ今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います。では、早速やっていこうと思うんですけども、このゲームの資源、食料、木材、鋼材、石油。こちら4つの資源ですね。そして、各資源は同じ価値というわけではなくて、食料や木材を1としたとき、鋼が2、石油が5の価値になります。レベル6のタイルで想像していただきたいんですけども、食料や木材は120万。そして、ちょっと鋼が見つからないのであれなんですけども、鋼は60万ですね。で、石油が24万といったように、仮に、じゃあ1000万の食料を集めようと思った時と、1000万の鋼を集めようと思った時の労力には2倍の差があるので、1資源あたりの価値も2倍の差があるという寸法ですね。で、また、このゲームの資源には単位がちゃんとありまして、そちらは、カンマ区切りの英語ですね。英語の単位ですね。で、まず、1000が 1K。そして、次の単位が100万。すなわち、1000K が 1M。そして、10億。すなわち、1000M が 1B といったようなイメージです。で、こちらは、資源以外にも、戦力を表すときにもよく用いられてまして、じゃあ、例えば、この同盟には、戦力が 100M を超えてるプレイヤーが3人いて、200M を超えてるプレイヤーが1人在籍してるなどといったイメージですね。ただ、実際の強さと戦力については、もう絶対に比例しなくて、戦力高いけど、この人弱いなっていう人や、逆に、戦力は低いけど、めちゃめちゃ強いなって人、たくさんいます。このあたりの、このゲームにおける、強さってなんだっていう、ところや、外から、その人が、どれだけ強いのか見分ける方法。これらについても、ちゃんとありますので、これらについては、今度の動画でお伝えしていこうかなと思います。話を本題に戻しまして、本当このゲーム、一番最初、資源足りなかったじゃないですか。ただ、どんどん強くなっていって、本部が25レベルになって、T5
解放するくらいになると、資源よりも時短がたくさん必要になりますので、で、その結果、資源に余裕が出てくると思うんですけど、問題は T6 ですね。これがやばいです。もうめちゃめちゃ資源が飛んでいきます。もう作るのにも、回復するのにも、もうえっくいほどの資源が飛んでいきます。もう T6 を解放したとしても、この資源問題を解決しない限り、全力で戦えないんですよ。もうほんと、一瞬で飛んでいって、じゃあ5部隊で戦って、5部隊全滅すると、30万とか、負傷すると思うんですけど、じゃあ30万人治療するのに、例えば騎兵だと、だいたい木材が 100M、鋼が 50M、石油が 20M といった具合に、めちゃめちゃ資源使うんですよね。で、もちろん、フルで戦うとき、30万じゃ、絶対済まないじゃないですか。じゃあもうその10倍の300万とか。場合によっては、500万、700万、1000万と、回復させないといけない時も全然あるんですよ。で、そうなると、もうちゃんと資源対策をしていかないと、戦えなくなってしまうので、資源を効率よく集めていくことは非常に重要です。じゃあ、どうやって集めていくかという、ところなんですけど、資源の集め方、シェルター内での採取、そして、ワールドマップ上での採取、そして、ゾンビやハイブ狩り、そして最後に、各イベントの活用。この4つに、大別されるのかなと思います。もうどれも非常に重要で、たくさん、資源を集めることが、できるんですけども、コツなども、いろいろとありますので、今回ご紹介していこうかなと思います。ではまず、シェルター内での採取なんですけども、正直、私、かなり軽視してました。ただ、めちゃめちゃ資源を回収できます。こちら、ご覧いただきたいんですけども、レベル25の農場の基礎生産量は 25K で、それが4つあるので 100K なんですよ。で、それに研究などで上昇する生産バフが乗っていって、合計で一つにつき、一つにつきじゃないですね。合計で 270K になってるんですよ。で、これが24時間で、だいたい 6.5M。で、木材や鋼、石油も、食料換算で同じだけの量を入手していくことができるので、で、合計で食料換算していくと、6.5×4 で 26M になるんですよ。これ、めちゃめちゃでかくないですか？ただこれ、実は落とし穴があって、各生産施設の生産量って、レベル24とレベル25で倍違うんですよ。レベル25に上げるには、ナノ補強剤。すなわち、2500ジェムが必要になるので、一つだけレベルマックスにして、残りは24で止めている方もいらっしゃると思うんですけども、中長期的に見たら、絶対に上げておいて損はないので、まだ24で止めている方は、25まで上げていただくのが良いのかなと思います。で、これに関しては、もう本当に、うちの XE メンバーから、お前が言うなと、そうツッコミされそうなんですけど、
生産バフ、ちゃんとかけましょう。25% アップ、結構でかいです。これかけてるか、かけてないかで、毎日数百 K の資源が変わっていきます。生産バフのアイテムは、謎の商人で購入可能ですので、こちらで集めていただくのが良いのかなと思います。で、なるべく毎日決まった時間にしよう。で、もしくは、インした時にバフが切れてたら使用していただくのが良いのかなと思います。で、また、同盟の領地にある、資源ポイントからも資源を獲得できますね。で、その資源は、この領地の画面から、回収することができて、資源ポイントをちゃんと確保してる同盟とかだと、もう食料がもう1日に 2M とか行く場合全然あるんですよね。結構でかいので、見張り台の本数が余っている同盟の方や、あまり資源ポイントを意識して建設してこなかった同盟の方は、この機会に新たに見張り台の建設、もしくは戦いなどしていただくのが良いのかなと思います。では次に、資源採集に、ワールドマップ上での資源収集についてなんですけど、資源収集用のヒーローをちゃんと育てていきましょう。で、基本的には、こちらの収集の才能を持っているヒーローは、すべてレベル44まで上げていただいて、収集の才能を振り切っていきましょう。で、一応、それ以上のレベルまで上げて、新たに獲得した才能ポイントを、部隊移動速度に、振っていくのも、いいんですけど、そこはお好みですね。経験値が余ったら、レベルを上げて振っていただくのが良いのかなと思います。で、また、このヒーローの、組み合わせなんですけど、おすすめの、組み合わせがありまして、もう完全に、同盟のメンバーから教えてもらった情報なんですけど、食料は、モリソンと、あとは余った人。で、木材は、ジェレミーとミシェル。これですね。ジェレミーと、あとはミシェル。で、鋼は、アレクサンダーと、路地裏の医者。で、石油は、マキシンと、シーヤ。で、汎用が、クリスと、アンジェラ。という形で、取りに行く資源ごとに、ヒーローを分けていただくと、さらに、効率的に資源を集めていくことができるのかなと思います。で、あと、並走も地味に重要で、結構速度上がるんですよね。紫の並走でも収集用の並走をつけていただいて、製造ステータスの源泉については、青のチップを使っていけば、戦闘用のステータス育成に、ステータス源泉の方に、そこまで影響は出ないと思いますので、非常に良いのかなと思います。正直言うと、私も、つい最近まで、収集用の並走、全部解体してたんですよ。なので、全然、育てられてないんですけど、ちょっと私も、この機会に、頑張っていこうと思ってますので、ぜひ、この機会に、収集用の並走を、まだ育てられてない方は、この機会にいかがでしょうか。あとは、収集速度を上げる方法として、
収集速度のアップのアイテムもありますね。こちらで 50% 上げることができますので、常に使用していただくのが良いのかなと思います。で、あとは、謎の商人で、あれですね、資源収集の速度アップアイテムは、謎の商人で集めていくことができますので、常に使用しても、枯渇するということはないのかなと思います。で、あとは、こちら、領地のね、自分の同盟の、領地の中だと、収集速度に 30% のバフがつきますので、基本的にはなるべく、領地内で収集していただくのが良いのかなと思います。では次に、ゾンビと、ハイブ狩りなんですけど、これ、あんまり意識したことがある方、少ないのかなと思います。まあ、ただ、気づいたら、バックに、この最小単位の資源アイテムが溜まっていることって結構ありますよね。で、これが基本的に、ゾンビとハイブ狩りの功績です。まあ、ハイブはそこまでランダムパックの資源だと思うんで、関係ないと思うんですけど、もうメインは、ゾンビ狩りですね。まあ、ただ、ゾンビやハイブを狩るためには、スタミナが必要じゃないですか。で、スタミナの回復速度は、VIP など、様々な方法で上げていくことができるんですけど、今回お話ししたいのは、大統領が発動できる連邦バフです。こちらは、大統領、自身が所属している同盟で、持ってないと、できない手法には、なってしまうんですけど、注目していただきたいのは、こちらの生産バフです。先ほどご紹介した、シェルター内での、資源生産についても、こちらで、バフをかけていくことが、できるんですけど、これ、スタミナ回復バフもおまけでついてくるんですよ。で、これ結構でかくて、地味にスタミナ増えるんですよね。戦闘がある日や、戦力のアップイベントなど、ある日は、別のバフを、使っていただくべきだと思うんですけど、まあ、逆に何もない日は、こちらの生産バフを使っていただくのが良いのかなと思います。まあ、あとは、ハイブとかって、もう本当に大事なんですけど、みんながやってない時とかだと、まあ、自分もやんなくていいかなってなりがちじゃないですか。まあ、ただ、生産バフが発動したから、で、そっからみんな集まって、ハイブ立てていこうみたいな。一つの、いいきっかけになると思いますので、その面からも非常に良いのかなと思います。まあ、ただ、大統領本人が毎回発動すると、ちょっとジェムの負担が大変なことになってしまうので、まあ、サブアカウントなどで、一時的に大統領になって、バフを発動させたりなどと、工夫していただくのが良いのかなと思います。では最後に、各イベントの、活用なんですけど、このゲーム、いろんなイベント来るじゃないですか。で、その報酬で、結構資源アイテムもらえるんですよね。例えば、このシーズンショップの交換だったり、今はちょっとタイミング的に来てないんですけど、普段であれば、製造チップなど、あとは、上位、レジェンドの装置ですね。そちらのかけらを、入手していくためのイベントの、基地探索。で、そこの通常階層のフロア報酬などで、かなり資源獲得できるんですよね。で、フロア報酬、
ほんと意識されたことのある方って、かなり少ないと思うんですけど、あれ1フロアで、資源選べば 25M の資源になるんですよ。なんで、めちゃめちゃ美味しいんですよね。ただ、シーズンショップや基地探索の報酬って選択するものなので、資源を選んだら、その分、製造チップだったり、本来自分の成長のために必要なアイテム取れなくなって、成長遅れちゃうじゃないですか。なので、基本は資源を取るべきではありません。ただ、これって、自分がメインで育ててるアカウント。メインアカウントで取るべきではないだけで、別の資源のために育ててるアカウント。サブアカウントなどであれば、もうそもそもステータスアップなどは重要視してないことがほとんどだと思いますので、そちらで取ればいいんですよ。サブアカウントについては、過去動画で解説してまして、今度、リメイクしようと思ってるんですけど、このゲームにおいて、サブアカは、もう資源集めに大きく貢献してくれます。最初にお伝えした、資源生産や資源収集も、当然、サブアカでもできますので、その分、獲得できる資源が増えます。私はもともと、サブアカ1個だったんですけど、資源足りなすぎて、最近新しく、サブアカを1つ増やしました。メインアカウント1つのみだと、5部隊しか収集出せないんですけど、サブが1つあれば、さらに追加で、5部隊。なので、合計で10部隊。サブが2つあって、どちらも育成がちゃんと終われば、15部隊で収集することができるので、かなり資源集めの効率も良くなるのかなと思います。で、あと、資源収集に出さなくても、生産施設をレベル25まで上げることができれば、自然生産だけでもうかなり資源を獲得することができるので、時間に余裕があるときに、もうぜひ育成していただくのが良いのかなと思います。で、もう、基地探索だったり、シーズンショップで、さらに資源を獲得できることを考えたら、もう人によっては、メインアカウントで獲得できる資源よりも多くなることってザラにあるんですよ。で、その結果、資源をたくさん集めることができて、同盟メンバーなどに配ったりできれば、もう正直その人って、もう同盟にとってめちゃめちゃありがたい人材になるんですよね。で、私もよく AXE メンバーの方に資源をもらってたり、うちの主力も資源提供をよく受けてるんですけど、もうほんと揃っていってるのが、もうこの資源提供のおかげで、なんとか戦えてるっていうところで。私含め、主力はそこそこ、課金してるんですけど、もう資源って、もう課金者であっても、全く追いつかなくて。で、そんな中、資源を送ってもらってるおかげで、もうなんとか戦えてるので。自分自身の資源の生産体制を整えていって、同盟の主力に資源供給をしていったり、初心者の方に、育成支援などできていければ、もうその人って、もう同盟にとって、必要不可欠な人ですし、同盟の強さという観点からも、強くなっていくので、ぜひ、今回の動画が資源集めの参考になれば、嬉しいなと思います。では、今回の動画はこの辺りで締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。